ご神君一つ。心で憎んで口で愛すなよ。今日、東京国技館での小錦多賀流戦を見ました。力の点では215キロの小錦と100キロも違う多賀流とでは力では到底及びません。それが小錦を見事破りました。力だけではなく技による勝利でありました。信心も心の技一つでおかげがいただけます。ためには常に心に焦点を置いて真偽を磨かねばなりません。心に焦点を置いたら心で人を憎むことなどはできません。今日は少し話が変わるかもしれません。変わるというのはどちらかというと取り次ぎの先生向けの話になるかもしれません。実は昨日師匠の研修の録音を聞かせていただいておりましたら、ハッとさせられることを申しておられました。これは取り次ぎというか師匠のもとで修行をさせていただいた私どもが心せねばならないことだなと。それはこういうような内容のお話でしたが、ここで修行する先生方は修行が長いと。普通で言えば1年2年の修行で布教に出られる。しかしここでは5年10年15年とその修行の期間が長いと。その修行の期間が長い、それはどこにあるのか。なぜ修行の期間が長いのか。それはこうだといったようなお話の中で、1年2年の修行で布教に出させていただく。そしたらその教会なら教会を維持していくという程度のおかげは大抵いただくと。しかしその教会を維持していくというところから、教会がいよいよ広く大きくなる。いわば人の助かりの輪が広がるというようなことでしょうかね。そういうことにはなかなか難しいところが多いと。しかし師匠ですね。師匠のもとで5年10年とその長い間修行をしていた先生のもとでは布教に出させていただいたら、そこでただ単に教会が維持されるというにとどまらずに、いよいよ限りなく広く大きく教会が発展していく、そういうおかげを受けられること、受けることのためにここでの修行が長いのだとおっしゃっておられました。ですから師匠のもとで修行をさせていただき、布教に出させていただいたら、そこからいよいよそのお教会が広くなり大きくなり、いよいよ人の助かりの輪が広がっていくような働きを師匠は期待しておられる。またそうあるのだとおっしゃっておられましたね。それでもしそうなっていないとするならば、さあどこが間違っているのだろうか。どこが師匠の期待通りのことになっていないのだろうか。私のどこが間違っているのだろうかということになりますね。それでそのことをずっと思い続けておりました。昨日一日ですね。でまた今朝の新中記念の時に面白いことを心の中に教えていただきました。それは教会というところ、人が増える。
教会がいよいよ大きくなる。たくさんのお参りがあるようになる。それは何もいわゆる人のいい人とかそういう人たちが来るのではないと。むしろ地味猛量のような人たちが寄ってくるところが教会だと。何事もうまくいっているような、自分の知恵才覚で成功しているような人たち、それこそ勉強をしっかりして大学にも十分合格するような人たち、借金をしてその借金を一生懸命働いて自分で返せるような人たち、そういう人たちは教会へお参りすることはまずなかろうと。教会にお参りする、それは借金を抱えている。しかし返せない。明日までに100万円返さないといけない。でもそれが返せない。勉強をしているつもりだけれども、なかなか合格するかどうかわからない。だから教会にお参りして神様にお願いをして何とかしてもらおう。いわば何とかしてもらおうというある意味虫のいい話を求めてくる人たちが多いのだと。全員がそうだというわけではありませんけれども、中にはそれこそ誠の信心を求めて来られる人たちも多いだろうけれども、それ以上に虫のいい話を求めてくる地味猛量のような人たちの方がどちらかというと多いのだと。難儀を抱えてくる。それこそ難儀を背負い、その難儀の重さに耐えかねて教会の門を叩く、教会の敷居をまたぐ。そして教会に来てその難儀は教会に置いて帰る。肩の荷を下ろして帰るわけですね。その背負っておる難儀を教会に置いて帰る。置いて帰させられるだけの力が取り次ぎ者になければならないのだと。ご信者さんがその難儀を担ぎ、その難儀に耐えかねて教会の敷居をまたぎ、また帰る時にもその難儀を担いで難儀を背負って帰られるようなことでは教会に来た意味がないわけですからね。教会には難儀を背負って教会に来、その難儀を教会で下ろして楽になって肩の荷を下ろして帰っていただくというところが教会の働きだと。してみると教会に残るものはご信者さんが背負って担いで持ってきたその難儀が教会に残るのだと。教会にはその難儀の蔵が立つ。そういう教会でなければならないよと。教会で蔵が立つ。教会が大きくなる。それは結局難儀の蔵が立つということだ。教会には難儀がいっぱい、それこそうず高くご信者さんが担いできて、そして下ろしていったその難儀がうず高く積まれる。それが教会だというようなことを教えていただきました。いわば教会が大きくなる。どうしたら教会が大きくなるのだろうかというようなことを
思っておりましたら、そういうことを教えていただきました。いわばそのご信者さんが背負ってきたその難儀がいっぱい、どれほどその教会に難儀が溜まっておるか、その難儀の蔵がどれくらい大きな蔵が立っているか、それがその教会が大きくなるということだと。教会が大きくなるということは、ご信者さんの抱えてきた、背負ってきたその難儀が、その蔵が立つということだということなのですね。で、師匠はその中で、そういうその教会が大きくなる。そのためには、人が人弁なら私は行人弁という修行精神がなからねばならないよと。そしてまたそこには、わかる。いわば愛楽理念がわかるということでしょうかね。そして行じる。と同時に表す。このわかる。失礼。感じるでしたね。わかるの次は感じるでした。わかる。感じる。神様のお働きを感じるということでしょうかね。そしてさらに表すというこのわかる、感じる、表す、この三つが一緒に伴っていくような、そこにはそれこそ人が人弁なら私は行人弁というような修行精神がいるということですね。その修行精神の一つが、それこそたくさんの人たちのご信者さんたちの難儀を抱え込むというのでしょうかね。難儀で蔵が立つ、そういう教会でなければならないよと。実際教会が大きくなるということは、ご信者さんの難儀を下ろしていってもらう。その下ろしていってもらった難儀がたくさん溜まって蔵が立つようなものだよということですね。一つ心していただかねばならないことだなと思わせられています。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。